そうでね、この美味しそうでしょ。伊達巻きの作り方ということで、芝エビを使って伊達巻きを作っていこうかと思います。伊達巻き自体は芝エビじゃなくてもね、魚のすり身だとか、あとはんぺんなんか使ってもね、できるので、ネットで調べれば簡単に出てくると思いますので、作ってみてくださいと。これ芝エビの、頭を取って殻を剥いていきますと。芝エビ自体はこれはね、意外なんですけれど、車エビの仲間でして、で鮮度がいいと、もう少しね透明感のある綺麗な身の色をしていますかね。頭を取り終わったらね、これ殻は普通にねこうお腹側から外していけば簡単にむき身になるので、最後ね尻尾のところはこうちょっと押し込んであげると身が簡単に外れますので。ちなみにね、この芝エビというエビはもともとはね結構東京湾なんかでも取れたりしたらしいんですけれど、今はほとんどがね九州、佐賀有明だとか、あと愛知、その辺が多いですかね。で何年か前にねあった食品偽装問題で芝エビってメニューに表記してながらバナメイエビを使ってたってニュースになったのも、このエビですかね。だから結構ね中華料理屋さんなんかで芝エビのエビチリって書いてあって、でやたら大きいねエビチリが出てきて、これ本当に芝エビかななんて話題になったのは覚えていますかね。殻がむけたら、今度はエビの背わたを抜いていきますと。でエビの背わたはね、このエビの背中の真ん中に包丁を入れればこの黒い綿が出てくるので、これをね包丁で軽くこそげれば簡単に抜けますんで、どんどん背わたを抜いていきます。ちなみにね、今日作るね伊達巻きはね、ちょっと前に紹介したカステラ卵、寿司屋さんで出すカステラのような卵焼き、卵焼きの焼き方に、非常に近くて、何が違うのかと言いますと、カステラ卵は山芋でねつないだんですけれど、伊達巻きの場合は山芋でつながずに、だからエビのすり身、このすり身の粘りで卵をつなぐという焼き方をしますと。あとね、カステラ卵より、ちょっと薄めに焼いて最後ね丸め込むという作業をするっていう、このぐらいの違いですかね。カステラ卵が焼ければ伊達巻きはね比較的簡単に焼けると思うので、お正月ねお試しくださいと。背わたの掃除が終わりましたら、ここでね一度エビを洗いますと。で洗う時はこれそのまま水洗いでもいいんですけど、ここね軽く塩でもみ洗いすると、このね背わたに残った汚れがきれいに抜けますかね。人によってはね片栗で洗ったりだとか、いろんな洗い方があるんですけれど、でさっとね塩もみしたら、このね塩を水で洗い流すと、水に入れるとこのねこういった感じで取りきれなかった背わたが水にねこう浮いたりするので、これ見つけたらねきれいに取り除いてくださいと。でこれねあんまり水につける時間が長いとどんどんエビの身が水を吸ってしまうので、この作業はねなるべく手早く済ませるようにしてくださいと。ざるにあげたらね、これペーパーかなんかでね軽く水気を拭き取ってすり身にしていきますと。エビのね水気を切ったら、これねプロセッサーにかけて細かくねすり身にしていきますと。この時にね引く前にお塩を1つまみ加えておくと、すり身にした時にねエビに粘りが出てしっかりとねつなぎの役割を果たすようになるので、塩1つまみはね必ず加えるようにしてくださいと。
こういった形でね、十分にエビがね細かくなったら、ここからね今度すり鉢に移して、このすり身を、さらに細かくひいていきます。すり鉢でひいていくんですけれど、この段階でね、お砂糖を加えて滑らかにすり身をひいていきますと。ちなみにね、これ今日使う分量をね、ざっくりと紹介すると、だいたいねこのエビのすり身が 110g 前後、塩はおそらくね2から 3g 程度加えてまして、砂糖はだいたいね 40g の卵が4個ぐらいなイメージですかね。であとねみりんを数滴加えるんですけれど、この加える砂糖の量は甘さ控えめが良ければ25とか30でもいいと思いますし、甘めが良ければ60とかね加えてもいいのかなと思いますかね。市販の伊達巻きってかなり甘いじゃないですか。あれはねおそらくね卵4つに対して砂糖がね70とか80とかそのぐらい入っているようなイメージですかね。なので市販のね伊達巻きは相当な量の砂糖が入っていると。十分に細かくすり鉢でエビを当たったら、ここにねみりんっすね、みりんを少々加えますと。みりん加えたらね、これ身に十分にねこのみりんの水分がなじむまでこういった感じでね、すり鉢を当たりますと。ここにね今度卵を加えていくんですけれど、まずは白身だけ加えて、ですり鉢で当たりますと。でこれね別に卵黄も一緒に加えてもいいんですけれど、卵黄も加えるとなかなかねこういった感じでねすり身が分離してうまくなじまなかったりするので、先にね卵白だけ加えてなじませてから、こっちね卵黄を入れてと、だから徐々になじませていくといったイメージですかね。人によってはねこれね卵を加える前にねこのすり身を裏ごしする方もいらっしゃるんですけれど、僕の場合はね裏ごしは必要ないのかなと思うので、そのままね、裏ごしをせずにどんどん卵を混ぜ合わせていってしまいますかね。卵白ね先に加えるとこういった感じでねこのすり身がどんどんね空気を含んでくるので、ここでねしっかり空気を入れとくと、焼き上がりのねきめが細かい伊達巻きが出来上がるので、ただ卵白だけ加えてこれはね結構よーく混ぜると。しっかり混ざったら、2個目のね卵白を加えてと。あとはねこれ卵4つ分これを繰り返すだけと。卵白が馴染んだらここにね卵黄を加えていきますと。このね白いうねうね、これが気になるようだったら外してくださいと。ちなみにねこいつのことをね僕はね今までカズラだと思っていて、前回の卵焼きの動画でねカズラって言ってるんですけど、正式名称はカラザっていうらしいですね。卵黄を溶いて少しずつね生地になじませていきますと。卵黄まで混ぜきったら、あとは焼くだけです。伊達巻き焼いていくんですけれど、卵系のね焼き物をする時のポイントとしては、最初はねこれね強火で焼き始めないとこのね盤に卵がくっついてしまうので、最初は強火で焼き始めますと。そのままねずっと強火で焼いていると卵ってこれね砂糖が結構入ってるのですぐに焦げてしまうので、最初だけ強火で間はね弱火に落としますと。でこの火加減がねなかなか最初のうちは難しいと思うんですけれど、このね火加減の目安はねこのね盤の表面のね油がサラサラっと流れ出すぐらい、結構しっかりめに油を敷いて、ではこうね鍋を傾けた時にこのね表面の油がサラサラサラっと流れて水滴みたくねなるぐらいまで温めたら、
伊達巻きの液を流し込みます。流し込む時にね、僕の場合はね、もうここで一旦火を切って、ここから液を流し込みますと。そうでね、この流し込んだ時にジュワーっとね、こういう音がする時はね、綺麗に焼き上がる印象ですかね。で、結構ね、この生地の粘りが強いので、最初はね、こう鍋を傾けて全体に伸ばして、で、全体に伸びたらここでね、もう一度火をつけます。火加減はね、弱火で、最後ね、残った生地を流し入れて、コンロの種類にもよるんですけれど、このままだとね、おそらくね、火が強すぎて底が焦げるので、だからね、火力の調整したい場合はこういうね、なんか魚を焼く鉄板か何かをこうかませて、でその上にこうね、鍋を置くと比較的ね、火加減の調整はしやすいのかなと。このままだとどうしても熱が回らなくて、この上の方がね、全然焼けない状態なので、ここでね、アルミか何かで蓋をして、このだから表面はね、軽く蒸し焼きにするイメージですよね。10分から15分程度、弱火でゆっくりゆっくり火を入れていきますと。今で約10分経ったんですけれど、10分経ってね、この周りがうっすら固まりだしたら、手巻きをここで一度ひっくり返します。ひっくり返し方はね、これね、こう箸で取って返す人もいますし、あとね、これを一度木の板か何かにね、取ってからひっくり返す返し方もあるんですけれど、やりやすいように、今回はね、これ箸で取って返してしまいますね。で、箸で返す時は両サイドに箸を入れて持ち上げて、でそのままスライドさせて、端を合わせて返していくと。この時にね、上を軽く押さえて返すと生地が折れてしまったりなんていう失敗は少なくなりますかね。これちょっとね、今回上が詰まってしまったんですけれど、なるべくね、綺麗に四角に収まるように返してくださいと。裏面はね、おそらく5分も火を入れれば全体に焼き上がると思いますんで、蓋をして5分待ちますと。5分ほど経ちましたと。火が入ったかどうか確かめるには、これね、真ん中が結局一番火が入りづらいので、真ん中にね、こう串を打って、で串にね、この生地がくっついてこなければしっかりと火が入っていますよと。よっぽど不安だったらね、こうやってちょっとだけね、真ん中をめくってみてもいいと思うんですけれど、基本的にはね、このくっついてこないようであれば火が入っているかと思いますので、そうしたらあとはバンから外して丸めて完成と。この伊達巻きを丸めていくんですけれど、これね、バンから取るときは巻きすって表がねツルツルで裏がデコボコしてると思うんですけれど、このデコボコの面にこの生地を取りますと。ここから細巻きの要領でこういった形でね、生地を丸め込んでいきますと。このね、巻くときに、割とね、しっかりめに押さえながら、巻き込んで、この状態で輪ゴムか何かでね、止めて、このまま冷ますと、見たことのある伊達巻きの形になって、巻きすのね、このデコボコの
跡が卵の表面に残ってちょっと飾り気のあるね伊達巻きに仕上がりますよと。冷めるまでしばらく待ちますと。十分に冷めればおそらくね、しっかりと形も決まって巻きすのこの目の跡がこの表面に残るとおなじみの伊達巻きの形になるかと思いますので、切って食べるだけと。断面はね、こんな感じでなかなかね美味しそうでしょ。これを適当な幅に切ってお召し上がりくださいと。ちなみにねこれね卵って割としっかりしてるんで、人によってはねこう包丁入れてこのね包丁を左右にうねうね動かしながら切ってこうね模様を残したり、だからかまぼことかね結構こういう切り方しますよね。こんなね切り方をする方もいたりするので、その辺はね、好みで好きなようにね切ってみてくださいということで、伊達巻きの焼き方でございましたと。よかったらねお正月焼いてみてください。